家でビールこぼしちゃったんですけど、そんなことをしてしまったのか。はい。もう最低レベルのミスだね。申し訳ないです。じゃあ美味しくビールを注ぐ方法、そこまで難しいことじゃないんだけど、まあちょっと一応ね、小瓶でちょっとやってみようか。よろしくお願いします。お願いします。よし。まずグラスね。はい。グラスはもうやっぱり冷凍庫でキンキンに冷やしてやる。もうそれ絶対条件だね。まあ風呂上がりに飲みたければ絶対グラス冷凍庫にちょっと放り込んでさ。それで、はい。ちょっとやっぱり、風呂にゆっくり入ってる間にさ、キンキンに冷えて、まあビールも冷凍庫入れちゃってもいいかもな。そしたらこの今うちで使ってるこの恵比寿だね。去年の秋あたりからリニューアルしてちょっと美味しくなったからね。正面だけでやろうか。いいんじゃないかね。そしたらあえてラベルちょっとこっちに向いちゃおうかな。本当はね、お客さんの方に向けるけどさ、自分の方に向けてみようか。まず最初勢いよくグラスの縁をたどって途中から優しめにこう細めに出してやるっていうかね。これで香りをうまそう。ほんまに出してるっていうかさ、はこれでさ、俺上手だからぴったり入れるんだよ。い。うわ、すごい。表面張力だよ。張力ですか。ほら、一滴残らず。うわ恵比寿入っちゃったよ。めちゃくちゃ完璧な比率ですね。ああ、そうなんだよ。すごいな。それがさ、はい。これを飲みたいんだけどさ、ちょっとその前にさ、セイバーチャンネル。これいただいてみる。ここね。うまいね。ジーザス。わあ、うまいね。異様にうまいね。なんでこんなチーカマ一本でこんなビールが美味しくなるんだろうね。名取のチーカマだと思うんだけど、一本で一本だな。罪悪感ないね。本当に。幸せな味だね、これ。ポイントとしては、まずグラスを冷やすこと、ビールも冷やすこと。だから本当にこう斜めにしてあげてさ、はい、こうさーっとついてさ、途中からこうグラスの位置角度変えてやってさ、その途中からっていうのは、だいたい半分くらいを超えたあたりからですか。だからやっぱぐーっとついてやって、はい、ここで縦にしちゃうと難しいから、はい、常にこういう感じでグラスの縁を伝うように、こう細く入れてやって、最後香り出してやってキュッと終わらせる。ちょっと僕も次は失敗しないように、美味しく注げるようにやってみたいと思います。ああ、いい香りだね。なんかちょっとフルーティーになったね、恵比寿ね。うまい。マスター、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。